こんにちは、とばろぐです。皆さん、在宅ワークで仕事集中できてますか？っていう入りからね入るんですけども、今回の動画のテーマとしては、仕事に集中するための僕の中でよくやっているルーティンというか、ルールみたいなのをちょっと紹介していこうと思います。僕のチャンネルだと在宅ワークで仕事に集中するためのおすすめグッズとかおすすめガジェットとか、あとねデスクツアーとかをよくやったりしてるんですけど、よく皆さんから声を聞くのが、自宅が仕事部屋になっちゃったから仕事あんまり集中できないんですよねみたいな話をねよくいただくんですよね。でそれでとばろぐさんってフリーランスですけど、自宅でどういう風に仕事してるんですか、なかなか集中できなくないですかみたいな話をいただくので、今回は僕がねすごい意識してやっているっていうわけではないんですけど、オンとオフをね切り替えるためのなんかスイッチの入れ方というか、そういうねルーティンみたいなのを紹介していくって感じですね。そんなにね難しいルールとかなんか凝ったルーティンみたいなのがあるわけではないんですけど、基本的にね生理現象とかには逆らわずに、できるだけこう気持ちよくね仕事をするためのルールみたいなのを紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあ僕がね実践しているルーティンというか、自然とそうなったっていうだけの話なんですけど、まず一つ目としてはコーヒーに始まりビールに終わるっていうところですね。まずね僕の場合朝起きてからすぐドルチェグストっていうカプセル式のコーヒーマシンでコーヒーを入れます。でそのコーヒーを飲みながら徐々にね頭を起こして仕事モードにしていくっていうスタイルですね。カフェインで脳を覚醒させるっていう目的ではなくて、毎日ねコーヒーを飲んだら仕事をするぞっていう、なんていうかパブロフの犬じゃないですけど、脳みその切り替えができるように結構ねなってきているので、まずはやっぱり仕事の日はね朝コーヒーを飲んで、コーヒーを飲み終わるぐらいに着替えて仕事をするっていう感じですね。仕事中もね一応コーヒーは飲むんですけど、結構ねノンカフェインのコーヒーを飲んだりしています。朝は普通にカフェイン入りのコーヒーを飲んでいますね。で僕の場合だとビールを飲むのが結構好きなので、就業時間的な意味で、タイムカードを押すみたいな感じでビールをねこうカシャッと開けて一杯飲むっていうのが結構ねルーティン化していますね。別にねこの時間帯に飲むぞっていうのは決まってなくて、だいたいね仕事の区切りがついたとか、急ぎの仕事がない日だったら早めにねちょっと切り上げるとか、そういう感じでなんかゆるりと就業時間始業時間を決めるっていう雰囲気でやっております。でビールってもちろんねアルコールを含んでるので、アルコールを入れた状態だとなかなかね仕事とかに集中できないんですよ。なのでビールを飲んだ時点で、その日はね仕事おしまいっていう形にして、完全にその飲み物で区切ってしまっているって感じですかね。本当にねルーティン化することで、コーヒーを飲んだら仕事、ビールを飲んだら仕事おしまいみたいな気持ちに切り替えやすいので、結構ねこれもおすすめですね。2つ目のルーティンとしては、毎朝必ずコーヒーを飲みながらその日のねタスクを確認していきます。これは結構やってる人多いんじゃないかなと思うんですが、朝のねコーヒーを飲む時点でタスクシートとかを見直しするんですね。で僕の場合だと中長期のプロジェクトとかはだいたい Notion っていうアプリというかメモツールで管理していて、だいたいこの日までにこのプロジェクトがこのぐらいまで遂行しているとか、そういうのを確認していくんですけど、基本的にその Notion のプロジェクトのタイムラインを眺めつつ、じゃあ今日は何をやればいいんだろうっていうのを、無印良品のねタスクシートみたいなのが、チェックシートか、それでねその日にやるべきタスクみたいなのをもう書き出していくって感じですね。本当にこれはオンオフ関係なく書き出していって、例えばねその日メルカリで発送するべきものがあれば書き出したりとか、選択するのであれば選択するとか、あとミーティングがあればミーティングの時間を書き出すとか、その日にねなんとなくやるべきことっていうのが決まってたら、その紙のタスクシートに書き起こしていくっていうのを結構やっています。タスク管理でいうと結構ねスマホアプリとか、PC のねそれこそ Notion とか Google Keep とか使うっていう手もあるんですけど、その日にやるその日だけのタスクに関しては結構ね紙で置くことによって、画面に向かって集中して作業してる時でもふとした瞬間にねその紙のタスクリストとかが見えて、リマインドになったりするので、結構ねこれはおすすめです。で3つ目としてはルーティンっていうかルールみたいな感じなんですけど、基本的にオンとオフを脳で完全に切り分けるために、仕事用のスペースと仕事をしない用のスペースっていうのを完全に切り分けています。例えば僕だったらリビングとか住まいとは別にこの部屋がね仕事部屋として専用であるので、この部屋に来た時点でもう遊び道具とかは全部ねリビングに置いていって、でコーヒーとちょっとねパソコンだけ持って
もうすごい強い気持ちで仕事するぞって気持ちでデスクに向かうっていうのをね結構やっていますね。で例えばねリビングで作業するっていう時も本当にダイニングテーブルとは別に無印良品のね小さい折りたたみテーブルを構えているので、そこに座る時はもう本当に仕事しかしないぞっていう強い気持ちでオンとオフをその場所によって切り替えるっていうのをやってます。っていうのもそもそも自宅だと仕事に集中できないっていうのはもともとねオフィスに通ってて、そのオフィスがオンの場所で自宅に帰ってきたらオフっていう気持ちの切り替えがなかなかねできていないっていうところに根本的な問題があると思うんですよね。なので自宅の中はリラックスする場所っていうのはもちろんなんですけど、例えばね1個仕事専用仕事でしか使わないデスクを構えるとか、部屋がもし余っている人がいたらそこのね部屋をちょっと改造して仕事専用部屋っていう風にすることによってなんとなくねこう自分の中で家の中にいながら出社する退社するみたいなそういう気持ちの切り替えができるので、場所でこうオンとオフ切り替えるっていうのも結構ね脳みそ的にも重要なのかなと個人的には感じています。じゃあ4つ目のルーティンというか、これもルール的な感じなんですけど、仕事中は基本的にボサノバとかジャズみたいな音楽を聴くようにしています。なんかこう書き仕事とか資料作成とか集中してなんかこう頭の中で考えながら仕事をしなきゃいけない時って結構ね多いと思うんですけど、そういう時はなんかこう自分の中で好きな曲で歌詞も覚えているって曲とか、あとK-POP とかだとダナナナナナナナイエーナナ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 イエーみたいな感じで脳みそに残るじゃないですか。でそうすると集中してるつもりでもなんかこう頭がそっちに引っ張られちゃうんですよね。とはいえ全く無音の状態よりはちょっとね雑音があるぐらいの方が人間って集中できるらしいので、僕の場合はその、意味があんまりわからないボサノバとかそもそも歌がついてないジャズみたいなのをよく選択して聴くようにしています。であとはこうトバログの BGM でもよく使っているようななんかこうテクノっていうのかちょっとね電子音みたいな音楽とかも聴くようにしていますね。で好きな曲とかは仕事が終わった後とか運転してる最中とかに聴くようにしています。はい、で5つ目のルーティンなんですけど、もうどうしてもね仕事に集中できないなっていう時はもう思い切ってサボっちゃいましょう。これはね結構出社してると難しいと思うんですけども、在宅ワークだと本当にねすごい大事なことだと思います。なんかこう仕事に集中できないとかモチベーションが上がらないっていう時は絶対ねこう仕事をしなきゃっていう気持ちになって焦っちゃうと余計ねうまくいかなくなっちゃうんですよ。例えば夜寝る時も寝なきゃって思うほど眠れない時とかあったりするじゃないですか。なので集中できない時もそれと全く一緒なんで思い切ってねサボっちゃいます。で僕の場合だと例えばね海が結構近いんで海にねなんかこう椅子みたいなのを担いで持ってってそれで海岸線というかねお気に入りのスポットがあるのでそこにね椅子を組み立ててもう本当にスマートフォンとかなんか仕事の道具とか全く持っていかずに、ただね座って海を眺める時間っていうのを作ってますね。海とかって何にもないように見えるんですけど、その日の天気とかね風の強さとかなんか道潮引き潮みたいな時によって結構ね表情が変わってくるんで、例えば今日行った時に意外となんか波立ってんなとか結構風強いんだなあそこに鳥がいるみたいなね、そういう仕事と全く関係ないことを、海を見ながらそうやって考えることによって結構ねなんか集中力っていうかストレスが発散されるんですね。30分ぐらいね外の風浴びるだけでもね全然もう気持ち的に違うんで、帰ってきたらねまた集中して仕事ができるようになるかなと思います。で僕の場合は海に行って散歩するっていうのが結構ねルーティンの一つなんですけど、例えばね子供がいる人だったらちょっと子供と公園に行くとか、昼寝、シエスタとか言ったりしますけど昼寝をするっていうのも結構ね重要なサボるの一つのポイントかもしれないですね。で仕事って出社してる時って、僕自身が仕事場に出向いて仕事させてもらいに行ってるって感覚があると思うんですけど、在宅での仕事って僕の、今いる部屋というか今居心地の一番いい空間になんかこう仕事が勝手にお邪魔してくるというか、俺が仕事をお邪魔させてやってんだぐらいのスタンスでいいと思うんですよね。なので、仕事だけにこうフォーカスするっていうよりかはちゃんとね自分の時間を大切にというかサボったりして、できるだけ仕事のね時間を圧縮するっていうのが結構ね在宅ワークをする中では重要なことかなと思います。もし在宅ワークで8時間とか10時間とか自宅で集中しっぱなしで頑張らなきゃいけないっていう人でもちょっとねそういう時間はね絶対確保して、リラックスタイムを作った方がいいと思います。はい。
でそれに付随してのルールなんですけど、基本的に予定は積み込めすぎないっていうのが結構重要かなと思います。結構ね、在宅ワークだったとしても、じゃあこの時間空いてそうだからミーティング入れときますねとか、この時間じゃあ暇そうだからなんか明後日まで資料作っといてとか、そういう風にね仕事振られることとかもあると思うんですけど、できるだけなんかこう、もしね暇な時間があったとしても、すいませんこの時間は別々の案件の何々のリサーチしないといけないんでとか、この時間はちょっとね別の仕事をしたいんでっていう風にあらかじめ言って、本当はね何もないんですけど、その時間をガードするっていうことも割とね在宅ワークだと重要な気がしますね。ちょっとねミーティングの時間をずらしてもらうとか、普通のホワイトワーカー的な仕事だとそういうのもね意外と柔軟に行えると思うので、ギチギチにねこう予定を詰め込みすぎずに自分の時間っていうのを確保して、その時間でねちょっと散歩行ったりとか、なんかコインランドリー行ったり買い物行ったりみたいなのしてもいいと思いますね、個人的に。もちろんね最低限の仕事はした上でなんですけど、仕事って無限にあるので、その最低限の仕事終わった後に他人の仕事とかもね任せられるとかになると、本当にね在宅ワークでそれをやってしまうと、仕事場での仕事よりねストレスが2倍ぐらいになってくるんですよね。なので短い自分の人生、いかに他人に時間を握らせないかっていうのをね結構意識してみると、仕事もねすごい気楽に在宅ワークやりやすくなるんじゃないかなと思います。7つ目としては、できるだけ自分の中でテンションの上がる道具を揃えるっていうところですかね。基本的に仕事ってしたくないじゃないですか。できるだけ遊んで暮らしたいっていうか、できるだけねストレスなく生きたいっていうのが当たり前だと思うんですけど、とはいえ仕事をしないと飯は食えないので、仕事をする時間をいかにね気持ちよく仕事できるかっていうところで、僕の場合だと結構ね HHKB っていうなんか打鍵感が気持ちいいキーボードとか、あとトラックボールとか、スペックがそこそこ高い PC とか、お気に入りの文房具とか、お気に入りのヘッドホンとか、一つ一つね仕事のものなんだけど、できるだけこだわりというか意味を持ったものを選ぶようにしています。結構いる人だと、なんで仕事道具なのにこのプライベートの給料からお金を払って仕事道具買わなきゃいけないのっていう人もいると思うんですけど、基本的にね仕事で配布される備品とかよりも、自分でなんかこだわりを持って購入したなんかキーボードだったりマウスだったりの方が気持ちよくね作業できるんですよね。これは物が大好きな僕の考えなので、一概には言えないと思うんですけど、できるだけ仕事っていうちょっとね嫌な時間帯を楽しく仕事するために、僕はなんかすごいお気に入りのもので周りを固めております。あと仕事の仕方というか自分の中でのルールなんですけど、お昼ご飯は基本的に満腹になるまで食べない、もしくは2時3時とかそのぐらいまであんまり食べないようにしています。っていうのも、僕の場合だと仕事に集中できるのが朝ねコーヒーを飲んで、実際こう仕事場についてやるぞってなった時が一番やる気あるんですよ。で、一番仕事に集中できない時間帯って何かっていうと、お昼を食べた直後の1時間ぐらいだったりするんですよね。ランチだったとしてもお腹いっぱい食べてしまうとね、ちょっと満腹中枢が刺激されて副交感神経が出てリラックス状態になるみたいな、そういうのがあると思うんですが、できるだけねその状態はちょっとね仕事中には好ましくない状況なので、なんかやるべき仕事とか集中してねまとめて時間が必要だっていう時は、だいたい朝9時とか10時ぐらいから2時3時ぐらいまでガッとねまとめて集中してしまって、その後に仕事終わってからご飯を食べて、散歩してみたいなことを結構よく僕はしています。これができるのはフリーランスだからだろうっていう感じもあると思うんですけど、できるだけね資料作成とか文章を書くとか動画を撮るとか、こういうなんか頭を使わないとできないような作業っていうのは、お昼ご飯を食べた後だとね全然できなくなるので、僕は朝集中して2時ぐらい2時3時ぐらいにまとめてやっちゃいますね。ちなみに今はね1時35分です。これを撮り終わってある程度ねカット編集して、3時ちょい過ぎぐらいになったらお昼ご飯を食べようと思ってます。で最後のルーティンというかルールというか、一番これねすごい大事だなと思うんですけど、夜はねどんだけ仕事が忙しかったとしても、オールはしない、夜更かししない、無理しないっていうのが、個人的にはねすごい重要なことかと思います。結構ね本当に仕事が忙しい時期だと、もうこれ今日オールしないと終わんないよとか、これは本当にね今日中にやっておきたいからとか、ついついね夜更かししちゃうんですよね。で、在宅で仕事してると止める人もいないし、電車でね終電まで
でに帰んないとみたいな、そういう区切りがつけられないので、結構ね1時2時とか3時ぐらいまで無理してね仕事しちゃうパターンって結構多いんじゃないかなと思ってて、僕もフリーランスになりたての時はそうだったんですけど、これって結構ね負のスパイラルというか、あんまり良くないんですよね。やっぱね、人間って集中して仕事をするためには睡眠時間が一番重要なんですよ。僕もともと夜型人間だと思ってたのに、そのやり方というか、夜ちゃんと寝て朝ちゃんと起きるっていう方が、やっぱ夜型人間だと思ってたのに、そっちの方が集中できるんですよね。でなおかつなんかこう免疫力もつくというか、風邪をねすごいひきにくくなりましたね。前とかだと2ヶ月に1回ぐらい結構ね高熱出したりしてたんですけど、本当にねフリーランスになってからは、何が何でも睡眠が一番大事なので、そのね集中するために寝てる時間を確保してるんですけど、それによって結構ね風邪、3年ぐらいやってますけど、1回もね風邪というか熱が出たことがないんですよね。在宅ワークだと、じゃあお風呂入った後にメールチェックでもするかみたいな感じで、ちょっとねついつい夜更かしして仕事してしまうんですけど、もう本当にねその時間をなしにして、ビールを飲んだらもうその日は仕事しない、メールも返信しないっていう風にして、で次の日のね朝ちょっと早く起きて、その時間でメール返信するとかした方が、体的にもね精神的にもすごいいいので、絶対にそれはやった方がいいルーティーンというかルールかなと思っています。はい、ということで今回は自宅で作業するためにというか、オンオフ切り替えて自宅で快適に作業するためのルーティーンとかルールみたいなのを自分なりに紹介してみました。結構ねこういうルーティーンはやっていくうちにというか、 1,2 年ぐらいね在宅で仕事をしていると勝手に身についてくるものだとは思うんですけど、急にねコロナの影響で在宅に切り替わったっていう人で悩んでる人もね結構多いっていう話を聞くので、今回は動画にしてみたという形です。基本的には最低限守ってほしいのはちゃんと寝るっていうのと、あと生理現象とかストレスとかには絶対逆らわないっていうところですね。動画の中でも言ったんですけど、自宅ってやっぱりね自分の中で一番リラックスできる環境なんですよね。その環境の中にちょっとね仕事が勝手に押しかけてくるというか、仕事をねお邪魔させてやってるぐらいの気持ちで、気軽にねあんまり自分の時間を犠牲にしてまで仕事をするっていうのはね結構ね良くないことだと思うので、できるだけ皆さん自分で予防線というか、あんまり超えてほしくない境界線をちゃんと守ってオンオフ切り替えて自宅で仕事をするのが、快適な在宅ワークへの道かなと個人的には思っています。というわけで今回の動画は終わりにします。トバログではこの動画の他にも、デスク環境とかこの部屋のねルームツアーみたいなのもやってたりするので、ぜひよかったら他の動画もチェックしてみてください。それでよかったらチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。